皆さんこんにちは、チャンネル主です。本日も制作中のゲームの進捗を上げていきたいと思います。こちらの噴水広場や向こうの商店街でいろいろと情報を集めまして、高校生くらいの男の子が牧場に入っていったのを見たという話を聞いたので、牧場に行ってみましょう。右手に見えますのが牧場でございます。牧場の BGM を変えてみました。同じ村の中とはいえずっと同じ BGM だと味気ないですからね。相変わらず若干見た目がホラーな羊さんたちがいます。まずは羊さんに話しかけてみましょうか。キャサリンが言っていた怖い羊さんを探します。これはバー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 、ちょっと海外風の鳴き声の羊さんですね。こちらはめー、これは普通の羊さんで、こちらですね、前にも会ったことがある羊さんなんですけれども、羊だよー。やあ、君は不思議な夢を見ているようだね。今までに見たその不思議な夢をもう一度見たいってことはないよね。ここでいいえにすると、賢明だね。未来を変えようなんて思う必要はない。と、こんな風に BGM も明るさも元に戻りますが、しつこく話しかけてみて、今度ははいにしてみます。その不思議な夢をもう一度見たいってことはないよね。はい。物好きだね。まあ未来をより良くしたいのなら何だってできるよね。未来は変えることができる。過去は変えられないけれど、それが実際に起きたことではなくて、想像の世界で起きたことならばその限りではないよ。さあ、何の夢をもう一度見たい？というわけで、ここに来るまでに重要なアイテムを拾っていなかった場合、以前いたステージに戻れるというシステムを作ってみました。じゃあ、行ってらっしゃい。夢から覚めたい場合は君の持ち物の中から羊を使ってね。誰もいない幼稚園を選択したので、こちら前に行ったことがあるこのピンクの幼稚園に戻ってまいりました。ちなみに前にいたロボットくんはどうなっているのかというと、もうボタンは集め終わった後なので、動き回っていますね。話しかけると、ロボットさんこんにちは。ちょっと腕を上げてくれているのが見えるかな。ちょっともう一回やって、もう一回。こっちから話しかけるから、もう一回やって。ロボットさんこんにちは。腕を振ってくれるようになっています。ちょっとこういう小ネタを入れるのが大好きすぎて、このアイテムを見ると、でも水色の影をもう持っているので違うところに行きましょう。羊を使うと元の場所に戻ります。もう一件来てみました。こちらは過去の夢の話、前に見た夢の話ですが、今回は大人のエリザベスのままですね。いきなりこいつ超ビビるんですけれども、触っても何もありません。なので話しかけてみますと、イヒヒヒヒヒ、安心してよ、もう君を襲ったりしないから。僕は君のウサギちゃんと違って大人には興味ないんだ。怖い顔しないでよ、そういう意味じゃないってば。僕は子供が怖がるものなんだ。子供って大人にとっては何ともないものをやたら怖がったりするだろ。怖がってくれなきゃつまんないもんね。でも家具にはうかつに触らない方がいいよ。イヒヒヒ。家具に触っちゃいけないのは前回同様ということで、絵本も前回回収していなければ回収していきます。でもセリフはちょっと前のまんまでおかしいな。セリフは変えておくか、もうなくしてしまった方がいいのかもしれない。イヒヒヒヒヒヒ、安心してよ、もう君を。この辺は一緒ですが、ここにはもう絵本はないよ。鍵を見つけたら羊ちゃんのところに戻りなよ。僕ってなんて親切なんだ。見直しただろう。変数によりセリフを変えてあります。こいつ案外いいやつなのかもしれない。羊で戻りましょう。何事もなかったかのようにこの羊の目の前に戻ります。羊と遊ぶのはこれくらいにして、そろそろ男の子に話しかけましょう。あなたはもしかしてサミュエル？ベティ先生。覚えていてくれて嬉しいわ。そういえばあなたとうちのアメリアは同級生だったわね。同じ高校で、クラスメイトなので。あら、そうだったの。それは知らなかったわ。もうあの子ってば何も教えてくれないんだから。いえ、僕はこれで。ちょっと待って。ティモテのことなんだけど、あなた、あの子がどこに行ったのか心当たりがある？ティモテ？今朝、幼稚園に連絡があって、お母様は何者かに連れ去られたと言っているのよ。あなたはティモテの面倒をよく見ていたって聞いているわ。ティモテに絵を教えてあげたのもあなたでしょ？
え？どこかあの子が行きそうな場所に心当たりがあったら。僕、知りません。何も。ちょっと待って。どうしたのかしら、一体。シリアスな場面でもこの羊のグラフィック、緊張感が感じられないな。サミュエルが何か落としていったわ。スケッチブック？この絵、ティモテのものだわ。このサインもティモテが書いたのよね。鏡文字になってる。おかしいわね。文字の練習の時もティモテは鏡文字を書いたことは一度もなかったのに、でもこれは確かにあの子の書く字だわ。鏡文字のサイン。どこかで見た記憶が。そうだわ。スフィアドラゴン。セオドア・エギスハイム。彼のサインだわ。彼のサインは鏡文字で書かれていた。どうしてあの子のスケッチブックにこんなものが？まさか。スケッチブックもブレンダーで頑張って作ったんですが、穴が外側に見えててちょっとおかしい気がする。前回コメントで教えていただいたようにこちらも縫製の向きがおかしいんだと思います。ちなみに紙と紙の赤い部分はスケッチブックの表紙でした。ママ、今日は早く帰ってきてくれてよかったわ。ただいまアメリア。もう少ししたらカッセル刑事がお見えになるわ。ママはリビングでお話をしているからその間は自室にいてくれる？噂のカッセル刑事、私もお話ししたい。もう遊びじゃないのよ。今回は実際に幼稚園に通っている子供たちがいなくなってしまったのよ。面白がるのはやめてちょうだい。はい、ごめんなさい。私不謹慎だったわね。カッセル刑事はどうしてママの話を聞きたいんだろう。それはママがこの村に唯一ある幼稚園の園長先生だからでしょ。子供たちと接する機会が多いし、この辺りの家族はほぼ知り合いだからじゃない？そっか、それもそうだね。それじゃあ僕は部屋に行っているよ。お姉ちゃん、この前の雪の日の写真ができたから見ようよ。今日リンダにもらった美味しいクッキーが部屋にあるから持ってくね。こんばんは、ベティ先生。こんばんは、カッセル刑事。お邪魔してすみません。立派なお宅ですね。ありがとうございます。こちらはもともとは主人の実家で所有していた別荘だったそうですが、お父様が亡くなられた時に主人が土地ごと相続したんです。義母は主人が10代の頃に亡くなっていて、私はお会いしたことはないんですけれど。ラステル街道やあの辺りの山もバランタン家の所有だと聞きましたが。私はその辺りのことはあまり把握していないんです。書類上のことはすべて主人が管理しておりますので。なるほど。それで何か事件の進展はありましたか？大変申し上げにくいのですが、今のところは何も。同時に3人の子供たちが行方不明になるなんて、かなり綿密に練られた犯行と言えます。犯人は少なくとも1人じゃない。やはり前回おっしゃっていた通り、組織的な犯行ということですのね。ええ、そのあたりは予想の範囲内です。そして協力者はおそらくこの村の人間で、さらわれた子供たちはまだこの村を出ていないと読んでいます。それは本当ですか？今現在の時点でラステル街道からも駅からも子供をさらったと思われる怪しい人間が出ていった形跡はありません。どちらでも厳しいチェックが行われています。ただし私たちに残された時間は多くありません。一刻も早く子供たちを助け出さないと。子供たちを閉じ込めていると予想していた山道で警察犬を使った捜査を行いましたが、こちらは当てが外れましたしね。一っ子一人いないどころか、誰かが出入りした足跡一つも見つからなかった。まあ匂いに関してはあの山の麓のあたりからはごくわずかにガスのような匂いがしますからね。確認したところずいぶん前の調査により健康被害はないものとされているようなので、生活する分には問題ないようですが。あの山にガスですか？知らなかったわ。調査も主人が行ったのでしょうけれど。それに私は十数年あの山道を使用していますが、今までガスの匂いなんて感じたことがなくて。僕は職業柄嗅覚が鋭い方でして、
ほとんどの方は気づかれないであろうほどの微量な香りですからね。あの辺りは昔から怪談じみた噂話がありますけれど、山の化け物が子供をさらって暗い洞窟に閉じ込めてしまうとか。実際にはこちらも随分前に調査をしまして、秘密の地下室や洞窟などは存在しないということを確認しています。秘密の地下室ですか。子供たちはさぞかし怖い思いをしているでしょうね。今すぐにでも助けに行きたいわ。どこにいるかさえわかれば。先生はどこかで何か気になる話を耳にされましたか？そうですね。こちらの2択、実はサミュエルの話はまだ作ってません。参道といえば、あのフードをかぶった男性が参道の脇道を歩いているのを見かけました。ああ。カッセル刑事、どうなさったんですか？結論から申し上げますと、あの男は今回の事件には全く関係がありません。連れと彼は言っていたんですが、もう一方の大祭客が町に用があり、そのついでにこの村に住む昔なじみを訪ねてきたそうで、彼はそれに同行しただけだそうです。そうでしたか。それならお医者様が言っていた話とも一致するわね。しかし彼はこの何もない村に退屈していた。専門は語学ですが、歴史や民族学などに造詣が深いとのこと。それで最初はラステル街道の古城跡、今は教会になっていますが、あの辺りを散策したり土を掘り起こしたりしていたようです。お城があった後は何もないですよね。教会も比較的新しく建てられたものですし、それでは参道にいたのも例の怪談話をどこかで聞かれたのかしら。おっしゃる通りです。なので退屈をしているところにこんな事件が起きたものですから、面白がってあちこちを嗅ぎ回っていたようです。同行者は何も知らなかったようで、驚きで真っ青になった後、ものすごい勢いで彼をたしなめていました。まあ何を言っているのかは分かりませんでしたが、ひとしきりまくし立てた後、拙い言葉で私たちに謝罪したところを見る限り、こちらは常識的な方と言っていいでしょう。しかし奴は忌々しいことに動画まで撮影していたので、警察の権限で全て没収いたしました。まあ携帯電話は該当するデータを消去した上で、彼らが帰国する前には返還する予定です。そうでしたか。すみません、呼び出しです。事件の経過についてはまたご報告させていただきます。そうですね。また明日の夕方頃にお伺いしてもよろしいですか？ええ、お待ちしております。それでは。というわけで、進展があったのかなかったのかわからない状態でカッセル刑事が帰っていきました。なんだか眠れる気がしないわ。今夜は風が強いわね。というわけで今回の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどもいただけるととっても嬉しいです。